鉄筋工房へ、ようこそおいでくださいました。今回の動画は、アルミ製の、かわいい、ミニバイスの製作過程をお見せします。製作のきっかけは、これ。何年か前に、通販で購入した卓上ボール板。これの付属品としてバイスがついていたんですが、すんごいガタつき。裏側のガイドが欠けていて、ストッパーを押さえるボルトは、鍋ネジと皿ネジ、これ、そこら辺に落ちていたネジを適当にねじ込んだのかな。縦も横も、ガッタガタ。そんなわけで、このバイスはほとんど使ったことがなく、こんなことや、こんなこと、さらにはこんな危ないことしてました。血がドバッと出る前に、何かいいもの見つけないと、と思い、ネットでこんなのを物色。見ているうちに、ムズムズと、鉄筋工房の血が騒ぎ、前回動画で余っているアルミ板を使って作れないかと思い立ち、いつもの漫画を描きました。いきなり作って失敗するとショックなので、5ミリ厚のスチレンボードを使って試作してみます。あれこれ細工すると手間がかかるので、同じような短冊を切り出して組み立てました。まあ、なかなかいい感じに使えそうな気がします。感触をつかんだので、こんな感じで製作を開始します。これ、前回動画で余った、幅5センチ、厚さ5ミリのアルミ板。さっきの試作品同様、短冊を切り出します。安物のディスクグラインダーは持ってますが、空運転での騒音レベルが、90デシベル以上。ご近所トラブルを避けるため、穴開け手法を採用しました。途中からうすうす感じてましたが、バリを削るの大変そう。ある程度ニッパでバリを取った後、ひたすらヤスリで削ります。乳酸溜まって、腕がパンパンになりました。金のコ使った方が良かったかな。十分ではないけど、この程度でよしとします。さて、これから穴開け加工ですが、ずれないように一部仮止めします。使うのはこれ、いる人ぞ知る、工作の定番、JB ウェルド強力タイプ。はい、とりあえず必要なパーツができました。お次は、ねじ込みシャフト並みを手作りします。はめ込んで、芋ネジで、固定するように加工します。まず、手作りポンチで中心に跡をつけ、デバイダーで6箇所に毛書き線を入れます。ひたすら穴開け。切り取って、きれいにバリ取りします。はい、こんな感じのつまみができました。このつまみの横っ腹に穴を開け、芋ネジで固定できるようにします。素手で持つとさすがに危ないので、ガタガタバイスを使いました。穴が開いたので、この道具でネジ穴を作ります。これを、タップを立てる、と言います。なんで、立てる、という表現なのかな、知っている人いたら教えて。これが芋ネジ、これでシャフトに固定できます。あとは、各パーツをボルトで固定するため、ブスブスと穴を開けていきます。このシャフトの頭の大きさに合わせ、アルミ板に穴を開け、空回りするようにします。いよいよ最終段階。ガイドブロックと、留め板の加工です。加工終了、最終組み立て。
完成です。端材を挟んで、強度確認。思いのほか、力があるようです。万力を名乗るのはおこがましいので、1000力、いや、100力、かな。自作アルミネジも挟んでみます。これだけホールドされれば、9大点ですね。さて、実践です。まずは簡単な穴開けから。ガタガタバイスで、小さいものを掴むのは、チートばかし難しいですが、ミニバイスごと掴むと、結構安定しますね。ミニバイスを横向きに立たせ、アルミ板線に縦穴を開けることもできました。この100力、これから重宝しそうです。いかがでしたか？アルミは加工がしやすいので、あまり強度を必要としない小物類を作るには、とても重宝しますね。以上で動画は終わりです。最後までお付き合いいただき、ありがとうございました。鉄鎮工房に、また来てね。